こんにちは。今日ご紹介するのは、私たちの人生において最も貴重なリソースであり、決して取り戻すことができない時間についてです。そして、時間をどのように使うかで、私たちの人生が大きく左右されます。そんな時間を賢く、そして後悔しないように使うための方法を教えてくれる一冊、後悔しない時間の使い方を取り上げます。日々の生活の中で、ふともっと時間を有効に使っていれば、と感じることはありませんか？誰もが同じ24時間を持っているにもかかわらず、他の人はなぜもっと多くのことを成し遂げ、充実した生活を送っているように見えるのでしょうか？この本は、そんな悩みに答えてくれます。時間を効率よく管理し、人生を豊かにするための実践的なアドバイスが満載です。第1章、時間の本質を理解する。まず、本書が私たちに伝える最も基本的なメッセージは、時間は有限であり、失われた時間は二度と戻らないということです。お金や物質的なものは再び手に入れることができますが、時間だけは例外です。だからこそ、私たちは日々の時間をもっと意識して使うべきなのです。特に現代のような情報社会では、私たちは常に多くの刺激やタスクに囲まれており、つい時間を無駄にしていると感じることがあります。ソーシャルメディアやインターネットの誘惑に時間を奪われ、気がつけば一日が過ぎているということも少なくありません。そうした状況の中で、著者は自分にとって本当に価値のあることに時間を使うことの重要性を強調しています。また、著者は時間はお金よりも貴重だとも述べています。お金は失ったとしても再び稼ぐことができますが、時間は一度失ったら二度と取り戻すことができません。そのため、私たちは時間を管理し、無駄にしないように注意を払う必要があります。日常生活の中で意識的に時間の使い方を見直すことが、人生全体の質を高めるための第一歩です。第2章、優先順位をつけるためのフレームワーク。次に、本書で取り上げられているのが優先順位を明確にするためのフレームワークです。私たちは日常生活の中で、様々なタスクや義務に追われています。仕事や家庭、趣味、友人との付き合いなど、すべてに時間を割きたいと思っても、結局どれも中途半端になってしまうことがよくあります。そこで本書では、自分が本当に大切にすべきものを明確にし、時間をその優先順位に従って配分する方法が紹介されています。著者は、すべてを完璧にやることは不可能であり、何を捨てるかを決める勇気が必要だと述べています。この考え方は仕事だけでなく、私たちのプライベートな時間管理にも応用できるものです。例えば、日常のタスクの中で自分にとって最も価値のあるものは何かを見極め、それに集中することで効率的に成果を上げることができます。このプロセスは、まず自分の人生において何が本当に重要かを見直すことから始まります。私たちの時間は限られているので、それをどこに使うべきかを決めることが、充実した生活を送るための鍵なのです。第3章、80対20の法則を活用する。本書では、80対20の法則パレートの法則も紹介されています。この法則は、私たちが行う活動の 80% の成果が、実際には 20% の努力や行動から生まれるという考え方です。つまり、私たちが日常で言っている多くの活動の中で、本当に大きな成果を生むのはごく一部に過ぎないのです。この法則を時間管理に応用することで、私たちはどの活動が最も価値を生み出しているのかを特定し、その活動に集中することができます。例えば、仕事において最も生産的な時間帯やタスクに焦点を当てることで、他の無駄な活動に時間を取られず、効率的に成果を出すことができます。さらに、著者はこの法則を個人生活にも適用すべきだと述べています。私たちの幸福感や充実感の多くは、特定の活動や人間関係から生まれます。ですから、どの活動や関係が自分にとって最も価値があるのかを見極め、そこに時間を集中させることが、より充実した生活を送るための鍵となります。このように、80対20の法則を日常生活に取り入れることで、時間を効率的に使い、最も価値のある成果を手に入れることができるのです。第4章、生産性を最大化するためのテクニック。次に、この本で取り上げられているのは、生産性を最大化するためのテクニックです。私たちは、限られた時間の中でできるだけ効率的に物事を進める必要があります。特に、現代では多くのタスクを同時にこなすことが求められていますが、それが生産性を妨げることもしばしばです。
本書では、まずポモドーロテクニックという時間管理法が紹介されています。これは、25分間集中して作業を行い、その後5分間の休憩を取るというサイクルを繰り返す方法です。この方法は、短時間で高い集中力を発揮し、その後の休憩でリフレッシュすることで、長時間の作業でも疲れずに続けることができるという利点があります。また、バッチ処理も効果的な方法として紹介されています。同じ種類のタスクをまとめて処理することで、タスク間の切り替えにかかる時間を削減し、効率を高めることができます。これにより、複数の仕事に取り組む際のストレスが軽減され、短時間で多くの成果を上げることができるのです。さらに、生産性を高めるためのもう一つの鍵は習慣化です。生産的な行動を毎日のルーチンに組み込むことで、意識せずとも効率的に作業が進むようになります。例えば、朝のルーチンに読書や瞑想を取り入れることで、一日のスタートを充実させることができ、その後の作業にも良い影響を与えます。生産性を最大化するには、短期的な集中力と長期的な習慣化の両方が必要です。第5小時間泥棒を排除する。私たちの日常生活には、いわゆる時間泥棒がたくさん潜んでいます。スマートフォンの通知やソーシャルメディアの無駄なスクロール、無駄な会議や雑談など、これらは私たちの時間を浪費し、生産性を低下させる原因となります。著者は、これらの時間泥棒を排除することの重要性を強調しています。まず、自分の一日の時間の使い方を記録し、どこに無駄があるのかを見直すことが重要です。例えば、SNS の使用時間を確認し、必要以上に時間を費やしている場合、それを減らすための対策を講じます。スマートフォンの通知をオフにしたり、特定の時間にだけメールをチェックするなど、小さな工夫で大きな変化が生まれます。また、デジタルデトックスも効果的な方法です。私たちは常にデジタルデバイスに接続され、情報過多の状態に陥りがちです。この状態では、集中力が散漫になり、生産性が低下します。定期的にデジタルデバイスから離れ、静かな時間を持つことで、心身ともにリフレッシュし、より集中して大切なことに取り組めるようになります。第6章長期的な視点で時間を捉える。短期的な目標や利益にとらわれるのではなく、人生全体を見据えた長期的な視点で時間を捉えることが重要です。私たちは日々多くのタスクに追われていますが、それが本当に自分の将来にとって有益かどうかを考える時間が必要です。この本では、後悔しない時間の使い方をするためには、短期的な欲望に流されず、長期的な目標に向かって進むことが大切だと述べています。例えば、キャリアや人間関係においても、短期的な満足感にとらわれることなく、将来的な成長や成功に焦点を当てることが求められます。これにより、時間を戦略的に使い、将来にわたって後悔しない選択をすることができるのです。時間を長期的に捉えることで、日常の小さな選択が将来にどのような影響を与えるかを理解し、より意識的に行動することが可能になります。第7章他者との時間の使い方。時間管理は自分一人の問題ではなく、他者との関わり方にも影響を与えます。特に仕事や家庭での人間関係において、他者との時間の使い方をどのように最適化するかが、私たちの時間管理の質を大きく左右します。本書では、他者とのコミュニケーションや時間の共有がどのように自分の生産性や幸福感に影響を与えるかを考えることが推奨されています。例えば、無駄な会議やミーティングに多くの時間を費やすのではなく、目的に応じて効率的に時間を使うことが重要です。また、家庭や友人との時間もただ過ごすだけではなく、意識的に質の高い時間を作ることで、お互いの関係を深めることができます。時間は有限であり、それを誰とどのように過ごすかが、私たちの人生の幸福度に直結するのです。結び、後悔しない時間の使い方は、私たちがどのように時間を使うべきかについて、深い洞察を提供してくれる一冊です。時間は最も貴重なリソースであり、その使い方が私たちの人生全体を大きく左右します。この本を通じて、時間の価値を理解し、より充実した生活を送るための具体的なアプローチを学んでください。皆さんもぜひこの本を手に取って時間の使い方を見直し、後悔のない人生を送るためのヒントを得てください。下のリンクから購入できますので、今すぐチェックしてみてください。